キーマカレードリアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキーマカレードリアを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、キーマカレーを電子レンジで簡単に作って、さらにそのキーマカレーをドリアにしていきたいと思います。で、今回のキーマカレーはバターの風味を効かせたバターキーマカレーにしていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚と牛の合いびき肉、玉ねぎ、人参、ホールトマトの缶詰、お水、カレールー、ウスターソース、お砂糖、おろしにんにく、無塩バター、とろけるチーズ、卵、ご飯、パセリ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、こちらひき肉は豚と牛の合いびき肉を使いますが、お好みのひき肉を使っていただいて OK です。そしてこちらのトマト缶は今回ホールタイプを使っていきます。こちらカットタイプを使っていただいても大丈夫なんですけれども、ホールタイプの方が旨味が凝縮されているので、ホール缶がおすすめです。そしてカレールーに関しましては、お好みの辛さを選んでください。今回バターキーマカレーということで、バターを加えていくんですが、こちらね、無塩バターを使用していきます。有塩バターだとちょっとね、塩味が強くなるので無塩バターを使用してます。で、もしどうしても有塩バターしかないよっていう場合は、お水でね、少し味を薄めていただくか、もしくはウスターソースの量を減らして味の濃さを調整してみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、具材の玉ねぎをみじん切りにしていきましょう。みじん切りのやり方はね、やりやすい方法で OK です。はい、玉ねぎのみじん切りはこれで OK です。で、切ったね、玉ねぎは耐熱のボウルに入れておきましょう。続いて人参です。人参はまずね、皮を剥きます。そして立てていただいて、だいたい5ミリ幅ぐらいに切っていきます。そしたらね、切りやすい枚数だけ重ねていただいて、今度は縦に5ミリ幅に切ります。で、そしたらこちらくるっと回転させて、また5ミリ幅に切ってみじん切りにしていきます。はい、人参のみじん切りはこれで OK です。それではね、こちらの人参も先ほどのね、玉ねぎが入った耐熱ボウルの中に入れてください。そしたら玉ねぎと人参を入れたボウルの中にお水を回し入れます。そしてふんわりラップをします。このまま電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを外してください。こちらをですね、さっと混ぜましょう。はい、OK です。そしたらですね、ここにまず合いびき肉、そしてウスターソース、お砂糖、おろしにんにく、そしてホールトマトを入れます。まずね、この状態でよく混ぜましょう。ひき肉をね、このように細かくしながら混ぜていきましょう。はい、OK です。このように混ぜてください。この上にカレールーを置きます。それではここにまたふんわりラップをしてください。で、先ほども同様なんですけれども、ここにね、空気の出入り口を1箇所作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で6分加熱します。はい、今6分加熱しました。そしたらね、一度ラップを取ります。で、すごくね、熱い蒸気が出てくるので、やけどしないように注意してください。今、こんな感じになってます。で、そしたらね、一度これをよく混ぜましょう。はい、こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。でね、まだ少し水っぽいので、こちらをもう一度ね、今度はラップなしで電子レンジ 600W で1分から2分ほど水分が飛ぶぐらいまで加熱していきます。はい、今2分加熱しました。そしたらね、もう一度最後よく混ぜてください。はい、でこのぐらいね、水分が飛ぶまで加熱してください。そしたら最後ね、こちらバターを入れます。で、バターはね、最後に入れないと風味が飛んじゃうので、必ずね、加熱し終わった後に加えてください。これで混ぜましょう。はい、バターが溶けました。これでバターキーマカレーの準備は OK です。はい、それではね、ドリアの容器にご飯を盛ってください。そしてここにバターキーマカレーをのせます。
乗せたら真ん中をちょっとへこませましょう。そしてこのくぼみの部分に卵を落とし入れます。で、あとは周りにチーズをかけましょう。はい、OK です。それではこちらをトースターでチーズがこんがりするまで焼いていきます。はい、いい感じに焼き上がりました。このぐらい焼き色がつけば OK です。今ね、だいたいトースターで 3,4 分焼きました。それでは最後ね、パセリを散らします。はい、これで完成です。今回ね、2人分なんですけれども、このように保存容器に入れて作り置きしておいても OK です。はい、これでキーマカレードリアの完成です。こんな感じに仕上がりました。チーズに焼き色がついて美味しそうに仕上がってます。では、卵を割りたいと思います。卵もトロトロ半熟に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では真ん中の卵の部分いただきます。もうね、バターの風味が加わってとてもまろやかですっごく美味しいです。これはね、もうパクパクいけちゃいますね。そしてね、トマトの旨味も加わってすごく美味しいキーマカレーになってます。これはもうね、いくらでも食べれますね。そしてね、卵との相性バッチリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキーマカレードリアのポイントです。まず今回使ったひき肉なんですけれども、私は豚と牛の合いびき肉を使いました。こちらのひき肉の種類はお好みで豚のひき肉だったりとか、あとは鶏のひき肉などで代用していただいて OK です。そしてカレールーに関してなんですが、今回私はね、中辛を使ってます。こちらの辛さはお好みでチョイスしてください。今回ね、トマトのホール缶を加えました。この缶詰に関しましては、カットのトマト缶で代用していただいても大丈夫なんですけれども、ホール缶の方がね、旨味が凝縮されてるので、ホール缶がある方はぜひそちらを使ってみてください。そして加熱する時のポイントです。加熱する時はまずはじめに玉ねぎと人参を加熱してください。その後ひき肉とあとは調味料を加えてしっかりと混ぜて、その後カレールーを乗せて加熱するようにしてください。で、1回目加熱したらよく混ぜて、その後最後水分を飛ばしながら加熱してください。この加熱時間に関してなんですけれども、使ってるボウルの大きさだったりとか、あとはレンジの種類によってもね、適正な加熱時間が変わる場合があります。なので様子を見ながら加熱時間は調整してみてください。500ワットの場合はだいたい15秒から20秒ほど多めに加熱していただくといいかなと思います。そしてキーマカレーが出来上がったら最後バターを加えてください。このバターはですね、最後に加えることでしっかりバターの風味を残すことができます。今回ね、無塩バターを使ってます。有塩バターを使うとちょっとね、塩味が増してしまいますので、無塩を使っていただくのがおすすめです。もしね、有塩バターを使うときはウスターソースをね、少し少なめにしていただくといいかなと思います。味の濃さはね、調整してみてください。そしてあとはね、出来上がったらご飯の上にキーマカレーを乗せて、卵を割り落として、そしてとろけるチーズを乗せてトースターでこんがり焼いてください。トースターの種類にもよるんですけれども、だいたい3分前後焼いていただくと綺麗に焼き色がつくかなと思います。今回の分量でいくとだいたい2人分になります。こちらはですね、お一人様どのくらい召し上がるかにもよりますので、目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚でとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキーマカレードリアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。